とりあえず言い続けて聞いてくれる。あいつに相談しても相談つか耐えきれ。やっぱり傷ついた時焚き火すると一番いいね。落ち着くっていうか。やるなら休みの前の日ちょっとそのさ、もう本当に辛いやね。その一言とか言わんといてくれへん。いいやんけパークレットいやだって同じ人に女性に2回もはめられるやん。好きなんじゃないの？絶対な。桜のことさ、それはないよ。なんで聞いた？聞いたとかじゃなくてさ、好きな人にいたずらするとかあるやん。よく意地悪したくなる。限度ってものがあるやん。なんである言ってもないことをいちいちさ、まあ行き過ぎ大丈夫やないまあまあな上司に言うやん。結構上の1個2個とかじゃなくてさ、俺らもエリア長、ブロック長、専務、社長なんやで、エリア長に行ってんねんて。エリア長は名古屋におんの？名古屋ね、大阪、上から3つ目の人にね、4つか、4つ目か、その下にまだチーフ、マネージャー、チーフ、リーダーみたいないろいろわーってあってさ、で俺は平やん。そんなまあまあの上の人で、しかもそんな関わってない人に言われてさ、それを上司から聞くやん。直属の焦るやん。前は直属の上司にチクられて、1回目は同じことで、しかもそれもそれで、その女が最初に愚痴言っとって、そうですねそうですねって話しとって、その話からまあでも本来ならば俺の違う仕事やっとって、朝早すぎて4時起きはきついみたいなこと言っとったら、まあ俺めっちゃ嫌いなやつとあえてか知らんけど、言ってること同じやもんとかって言われて、はってなるやん。それ本気で言ってるんですかって言って、お前も愚痴言っとるけとか思いながら、もういいっすわとかって言っとったら、その後10分後ぐらいかな、上司がかかってきて、お前そういう悪口言っとるらしいかみたいなはいってなるやん。でその女結構チクっとるみたいなの、俺の後輩の子にも聞いたら、まだ何やったっけ、クールビズじゃないのにネクタイ忘れて天井出てったら、そのことを違う上司にチクられましたって今日は、どんだけチクるんやって言ってて、でその女もその女でめちゃくちゃクレーム出しまくっとんの。客からお客さん喧嘩しとるし、バスの運転手ともすごい喧嘩してるし、でこの間もたまたましたバスの運転手にしたら、傘パクられたりとかで、お土産をもらえるんって、立ち寄りのお土産っつったら、バスの運転手さんと自分とで、バスの運転手さんの渡さん嫌な言いやがらせ、性格悪い。それで今までそれ知っとったけど、そういう、それ関係なしにね付き合っとったのも別にその人はいい人やと思っとったで、俺には嫌なことされてないし、まあ今まで1回目その裏切られたことあったけど、まあそのまままた仲良くなったしと思って、でもこの間その2回目ムカついたきっかけが、経費を渡してきてって言われて、なんか言っとったね。俺結構ちょっと仕事立て込んどって、朝5時まで仕事しとってさ、大阪行ってから名古屋戻って仕事やってみて、夜にバカじゃないとか思いながら俺はね、俺だけなんやったんやけど、で大阪今戻ってるんでって、もう早めに連絡したいんって、でちょっとそこまで行くのは遠いんで免疫まで来てくださいって言ったら、いや私ホテルまで持ってきてくれるって聞いたんやけどみたいな怒られ始めて、意味わからんやん。だいたいそいつ年上かもしれないけど、俺ら後に入ってきてさ、本来ならばよ、一応俺のが先輩なわけやん。なんでそんな上から目線、仲良くても礼儀ってあるやん。なんかどんどん向こうが機嫌悪くなって応募なってくるやん。で結局ホテルまで持ってってさ、そんな俺怒って当たり前やん。周りの一緒におったその名古屋のやつらもそれ意味わからんみたいななるわけやん。普通に遠目で見てもやろ、いや持ってきてくれるって言ったしとかって言われたけど、俺は上司から言われて言っただけど、俺が言ったわけじゃないし、で上司もなんか言ってないって言っとるんやけど、その女の勘違いかどうか知らんけど、でもわざわざさ経費さ持ってってあげとるのにさ、何その態度ってなるやん。でそこからギクシャクして
喋らんくなって、うんで今日会っても挨拶ぐらい、まあ業務的な会話はするけど、でもあってだけそんでチクられたやん。うん前もそういう感じでなってチクられた。なんでそういう人を見るの？俺だって通算会社入ってチクられたの4回だ。1個目は完璧寄りがバカなんやけど、女子いなくなった瞬間に背もたれに寝とって、それ写真撮られて女子に写真送られてそれは俺が悪かった。それ別の女の子ね。はい、4はその女。そんな俺チクられやすい人間がチクられるっていうか告げ口。まあ会社行けないからとりあえ明日会社行くの？ずいや明日大口の営業が1件飛ばしゃいいやんあさってじゃダメなの無理無理もう決まったもんで、一応それの打ち合わせ行かな。ダメだよってみんな結局仕事にがんじがまでだってやめたいって言っても、あの仕事がまだ残っとるでやめる。あこの仕事決まってる。会社ね一人いなくなったら回るそれま大丈夫それ回らんと思っとるのは自分だけじゃあ分かるよ。回るよ。俺誰かが行くんや誰かが行くし、その誰かがってなるよ。分かっとる。別に俺がいなくなったからって会社に損ないし、ただただ人が今少なくなってっていない。回るけどその分誰かが負担がかかる。よくない。ものすごく今人数不足。本当に。だってある支社なんかもう営業マン一時期5、6人おったのが3人しかいなくなったり。そこもお前とこ一緒やいやもうそう名古屋もそう名古屋も一時期マックスは7、8人営業マンおったけど、今はまあ新しく新人入って4人になったけど、1人この間辞表出しとったで3人でね。やべえやけど多分辞表出しとったやつもなんか給料上がるかなんか聞いたら最近めっちゃやる気出しとんの。正直そういうのもだるいし、わかるよどうせ今だけやろみたいな。上がるかどうかもわからんしねそうそうそう。実際散々遅刻ばっかしておいていきなりあそいつそのもう一人がおるんだけどね、給料上がれてきてみたいなやる気出しても意味がわからんやん。じゃあ遅刻すんねん。くだらん理由で遅刻ばっかして、女やろドラッグストア寄ってましたとか、足が痛い。ドラッグストアやってましたねすげえもうそれは本当に理解できんかった。言ったなお前で会社休む時も連絡一切なし。そんなやつや。ただまあ確かにめちゃくちゃいいでかい企業を決めたもん。成績はいい。あれの友達流れてくる明日会社が眠くないったゆっくりしやたまにはいやなんでゆっくりしやまるけど、でもまた今週また金土日月と4人で仕事出ないから1日天井っていうか天井業務が入ってあやれこれ本当に今週土日蒲郡行こうとしててさ、釣りでみんな会社の仲いい男と新人で